ちは、みしょこです。すごく久しぶりの長い動画になります。ちょっと最近立て続けにいろんな失敗をしてしまったので共有させていただこうかなと思いました。まず一つ目にブラックリストに名前が載ってしまいました。ショート動画では上げてるんですけれども、原因としては日本で、サブで使ってほとんど使ってなかった銀行口座があるんですけど、それが奨学金の引き落とし口座になってて、それを忘れてて残高がゼロになったまま3ヶ月が過ぎてしまったので、ブラックリストに名前が載りました。日本奨学金機構の普通の奨学金なんですけど、3ヶ月経ってから初めて手紙とか督促的なものが来るんですね。だから滞納して1ヶ月目と2ヶ月目は何の連絡もなくて、自分からスカラネットパーソナルに見に行くしかないんですけど、私はあろうことか小学生番号というのを忘れてしまって、これ問い合わせするのに電話の問い合わせで平日の9時から5時までしかやってないんですよ。で、時差があるとこの時間帯ちょうど厳しくて、もううっかり電話するの忘れてたんですよね。だからちょっと気になってはいたんですけど、私クレジットカードの支払いも滞納してて、クレジットカードってもう支払いができなかったその次の日ぐらいから督促の連絡も来るし、もちろん滞納金も取られるっていう感じで、だから何の連絡も来ないからって油断してたら、もう3ヶ月滞納した後に連絡が来たっていう感じです。で、そういう銀行口座の管理とか苦手なんですけど、海外在住とかだと特にこっちの生活もあるから日本のことがおろそかになってしまうのかななんて思って、注意していかないといけないなってすごい思いました。で、やっぱり使ってない銀行口座はもうさっさと閉める、使ってないクレカもさっさと解約する、基本なんですけどもすごく大事だなと。その問題になった銀行口座っていうのが、結婚して名字が変わったんですけど、その連絡もまだしてないっていうような状態で、もうずっとほったらかしにしてたんですよ。言い訳すると、その2019年のコロナの時に結婚して、その後一時帰国しても隔離とかがあってなかなか外出できなかったり、子供がいるとなかなか銀行に直接出向くっていうことができなくて、必要がないなら次でいいかなっていう風にしてほっといたっていうのがダメだったなって今はすごく思ってます。クレカに関してもね、たまにクレジットカードを受け付けてもらえなかった時のバックアップとして何枚かあった方がいいんじゃないかっていう思いがあって、なかなか解約できずにいたんですけど、これを機に解約しようと思いました。もう一つの失敗っていうのが、先ほど話にも出たんですけど、クレジットカードの支払いを滞納してしまった。クレカが怖いのはやっぱ1日ごとに滞納金がかかるってことで、私の場合は大した額じゃなかったので合計7000円ぐらいだったかなと思うんですけど、気づくのが遅くなってたらどうなってなんだろうって怖いですね。で、それエポスカードだったんですけど、メールでは督促が来てなくて、たまたま日本の番号と紐付けてるスマホを開くことがあって、SMS が来てて気づいたんですよ。最近はデュアルシムとかもあるから、日本のね SMS がすぐ確認できるっていう人はいいんですけど、私みたいにあんまり確認しないっていう人は特に気をつけた方がいいなと思いました。あとやっぱりワイズが結構便利で、ワイズのデビットカード結構日本の EC サイトにも対応しているので、海外のクレカだからって言って弾かれることもないので、残高もアプリですぐに確認できるので送金も早いし、結構いいなってやっぱり思いました。で、それでもう一個あるんですけど、もう一個の失敗が外付けハードディスクが壊れちゃったってことです。普段私 iPhone 使っているので iCloud がいっぱいにならないように定期的にハードディスクの方に移してたんですけど、突然ハードディスクがアクセスできない状態になっちゃって、中身が見られなくなっちゃいました。だから去年の写真とか子供たちの可愛い写真とかが全部消えちゃって、もうすごい悲しいです。データの救済をやってくれる会社もあるんですけど、500ユーロから1000ユーロ、場合によってはそれ以上かかるらしくて、結構高いみたいです。なので一応もうそれをしない選択をしたんですけど、これからどうやって写真を整理保存していこうっていうのは相談しているところです。 iCloud も150円値段が上がるし、これ以上課金はあまりしたくないので、一番確実なのはやっぱり1年ごとにフォトブックとかを作って見られる形で置いておいた方が一番見返すし、ちょっと手間はかかるけどいいのかなって思ってます。で、外付けハードディスクって一応5年とか言って寿命があるらしいんですね。私のやつも2019年ぐらいから使ってるので、ほぼ5年ぐらい使ってました。お父さんにも怒られたんですけど、あまり丁寧に扱ってなくて接続したまま
パソコンを持ち歩いたりとかしてたんですね。多分丁寧に使ってればもっと長持ちしたとは思うんで、その辺も私が悪かったんだなと思ってすごい反省してます。これが私の最近の大きな3つの失敗でした。本当よく生きてるよなって感じですよね。最後まで聞いてくださってありがとうございました。